はい、どうもこんにちは。今日はですね、先日、ついに富士フイルムさんから新しいカメラの発表がありまして、XM5 というモデルなんですけれども、こちらについてですね、いろいろとお話しできればなと思っております。何やかくそう自分もですね、富士フイルムさんのユーザーでございまして、今ね、こちら XS20 をですね、愛用させていただいているんですけれども、いろいろ発表を見ていくとですね、もうボディ単体もすごくね、良かったんですけど、それ以上に中身のね、スペックというか、新しく搭載された機能がですね、すごい魅力的でして、いや、それができるんだったら XS20 にもこれファームアップデートで搭載してくれよと思う機能がいくつかありましたので、それも踏まえてね、ちょっとお話をできればなと思っています。はい。なんで、ちょっとホームページも見ながらね、お話ししていくんですけれども、先日発表された XM5、M シリーズがですね、11年ぶりという形で新しくリリースされまして、この軽量コンパクトなレンズ交換式のクラシカルなデザインのカメラがですね、新しく発売されるということで、11月に発売されるということみたいですね。デザインはですね、こんな感じになっていまして、本当にクラシカルなデザインですよね。どっちかっていうと、レンズ固定式の X100 シリーズに、ちょっと似たようなデザインになっていて、ファインダーがないですね。このモデルにはなっているので、そこの部分に新たにダイヤルが設定されたといったような感じの見た目になっていますね。カラーがシルバーとブラックの2色展開となっています。ポケットサイズのオールラウンダーと記載があるんですけども、これね、すごいですよね。最軽量となる 355g。めちゃくちゃ軽いもう上着のポケットに入るほどのコンパクトさということで、これね、多分手余ると思うグリップもね、申し訳ない程度のグリップがあるんですけど、正直このデザインだったらなくてもよかったんじゃないかなと個人的には思っています。だからね、あれなんですよ。今自分が求めているのは XE5 なんですよこの XE4 の見た目の第5世代のね、センサーとプロセッサーが搭載された XE5 が出てほしいっていうのが本音ではあるんですが、まずはね、この XM5 が発表されたということでね、これの魅力もすごくね、いっぱいあったので、ちょっとね、いろいろと話していきたいんですけど、まずね、ダイヤル部分にフィルムシミュレーションダイヤルというのが搭載されております。この天板部分にですね、こういう形で軍艦天面のところに専用のダイヤルが搭載されまして、ここでカチカチ回すことでフィルムシミュレーションを切り替えることができるという感じですね。でちなみに XS20、XS20 もこっちのダイヤルはですね、自分今フィルムシミュレーションのダイヤルに設定しているので、同じようなことできるんですけど、こっちにはね、ちゃんとそのフィルムシミュレーションの種類まで印字されたダイヤルが搭載されているという感じですね。で、センサー自体が第4世代の CMOS センサーと、プロセッサーが第5世代の処理エンジンが積まれておりまして、中身はね、基本この XS20 と構成一緒なんですよ。なので、それこそね、被写体検出のオートフォーカスだったりとか、追従機能がね、すごく向上しているので、動画撮影っていうところにおいても、かなりですね、スペックの高いものが積まれているということみたいですね。で、フィルムシミュレーション自体はちゃんとリアラエースも搭載されているということで、いろんなね、色味が使えるというのは変わらないですね。はい。あと、カラークロームエフェクトだったりとか、このグレインエフェクトですね。この辺は、フィルムシミュレーションとプラスアルファでね、富士フイルムの特徴でもあると思うんですけど、色作りの段階からこういったエフェクトをね、つけることができますし、あと、ホワイトバランスシフトっていうことで、オートホワイトバランスの上に自分の色付けみたいなのをね、プラスアルファでつけることもできますね。で、このオートホワイトバランスがね、ちょっと個人的に最近、このソニーを使い始めて思ったんですけど、オートホワイトバランスね、やっぱね、富士フイルム優秀だと思います。なんでかっていうと、ソニーね、もう全然悪くはないんですけど、たまにね、迷っちゃって、すごい色かぶりすることがあって、時と場所によってですね、なんか全然オートホワイトバランス効いてないな、みたいなタイミングがね、たまにあるんですよ。なので、最近ね、こっちでね、オートホワイトバランスあんま使ってなくて、オートバランスはね、自分でもう決めちゃって、固定でね、使うことが多くなってきてるんですけど、その点ね、この富士フイルムの XS10 から、XS20 もそうなんですけど、オートホワイトバランスであんま困ったことなくて、結構ね、しっかりとオートでね、ちゃんと調整してくれる感じなんで、その点
なんかね、富士フイルムやっぱそういう色作り優秀なんだなと思いましたね。まあそういったところもね、この XM5 の方でちゃんと使えるというところでございますね。で、動画性能はね、さっきも言った通り、しっかりと機能が搭載されておりますので、オーバーゲートの 6K30p、42210ビットのレコーディングっていうことが、ロー画撮影というのができるというふうになっております。まあ、正直この機種でそんな高解像度の動画を撮影する方はいるのかという疑問はちょっとありますけど、できるに越したことはないんでね、そういうのができるようになっていますね。そして電子手ブレ補正が今回ね、強化されたということみたいですね。歩き取りの揺れとかにもかなりね、効果的なので、Vlog 用の機種としてかなりね、使い勝手がいいモデルになっているみたいです。まあ、ただね、一つ言うと、ボディ内手ブレ補正はついていないので、XS20 についていたカメラ内のね、いわゆるボディ内手ブレ補正っていうのはなくて、あくまで電子手ブレ補正のみとなっております。で、指向性マイクというのが今回搭載されまして、カメラの上部にですね、3つのマイクが搭載されて、これによって指向性をね、選ぶことができるようになっていて、全方位で前面だけフロントや、あと後方だけバックで、フロントとバックどっちもっていうこの4種類から選ぶことができて、シチュエーションに応じて、このね、指向性のマイクっていうのをカメラ上でね、設定することができるみたいです。これかなり嬉しくって、やっぱ Vlog マイクとしてですね、外部のマイクを接続しちゃうと、その分ね、重量も大きくなるし、取り回しがしづらくなるっていうデメリットを、これね、単体でそういった音をね、クリアに取ってくれるということであれば、かなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。ノイズの低減機能っていうのもですね、カメラの内部で処理がしてくれて、こういうので、一定周波数っていうところをノイズを低減してくれるみたいです。この既存のですね、XS20 の方にも、例えば風切り音を低減するノイズキャンセリングみたいなものもね、あったりはするんですけれども、これはどっちかっていうと、周波数に応じた、その別枠としてのですね、ノイズリダクション機能っていうのがね、追加されたということみたいですね。で、動画のトラッキング AF っていうところも第5世代のプロセッサーでね、かなり充実しておりますし、Flog2 でもログ撮影っていうところもね、できるようになっていますね。で、これだよ、これ。9対16のショート動画モードっていうのが今回新しく追加されました。いや、これマジでめちゃくちゃ欲しくて、この画面上に縦構図で表示してくれて、もう画面ね、これ例えば縦とかにしなくても横のまま縦動画が撮れるっていうモードなんですよね。で、15秒、30秒、60秒の3つのパターンから秒数を設定することができて、画面上で残り秒数を確認してから撮影することができると。そもそもやっぱりね、ショート動画のために、作られている機能というところでございますね。いや、これ欲しいんだよな。やっぱね、いちいち縦に変えるのね、ちょっと大変ではあるんですよ。で、縦にしたら、こっちでバリアングルでね、こんな感じで、見れば自撮りできるんですけど、それするためにはね、やっぱそれに対応した三脚とかを準備しなきゃいけないですし、向きによってはね、バリアングルが見れなかったりとか、こっち向きにしちゃうとね、バリアングル見れなかったりとかするんで、やっぱね、この横でそのまま縦構図が撮れるっていうのは、やっぱいいなと思ってまして、ルミックスの S9 って方でもね、こういう機能がね、対応されて、縦の構図も撮れるガイドがね、表示できるようになってたんですけど、いや、これめっちゃ欲しい。最近ちょっとショート動画もね、いろいろと撮り始めてるので。いや、もう中身一緒なんだからさ、XS20 でもできるでしょ。もう藤森さんお願いします。XS20 に、この Vlog 機能の新しい機能をですね、ぜひ、ファームウェアアップデートで追加してください。お願いします。はい。で、あとですね、Vlog モードでタッチ操作がっていうことで、UI がね、新しく変わっているということみたいですね。で、あとは商品撮影モード。これはね、XS20 の方にもありますね。で、背景、ボケモード。これもね、ありますね。で、これ、プラスアルファこれですよ。美肌モードっていうのがね、今回追加されるみたいです。これ動画でもね、これ使えるということで、これいいな。これ欲しいっす。XS20 欲しいです。ないよな、美肌モード。いや、ないよな。Vlog のこの画面操作、こんな感じの UI になってね、美肌モードないはずですね。いや、欲しいっすよ。富士フィルムさん。XS20 にも、ちょっと追加してくださいよ、この機能。で、その点ね、この α7C2 には、その美肌モードがね、ありまして、弱、ちょっとだけその美肌モードをかけて撮ると、すげえいい感じで撮れるんですよ。欲しいです。XS20 につけてください。お願いします。というところですね。あとは、オプションパーツとしてですね、冷却ファン、XH2S と、この
20にですね、搭載できる専用ファンがあるんですけど、冷却ファンがね、こちらにも対応していて、長回しで、ちっちゃいね、ボディになるので、どうしても熱対策はしなきゃいけないんですけど、それも対応できるというところもありますし、三脚グリップが使えるということで、よりね、Vlog に特化した、そんな機種になってる。そんなイメージですね。で、3.5mm マイクのイヤホンジャックっていうのが、どうやらね、これ背面にあるみたいなんですよ。そこでね、バリアングルの液晶が干渉しないところにマイクのジャックがあるので、そういった意味でね、自撮りがしやすい、そんなモデルになっているということみたいですね。はい。今回ですね、かなり 355g のもう超軽量モデルということで、しかも値段がですね、799ドルということで、だいたい12万か13万ぐらいで発売予定になるみたいなんですよ。これまでのラインナップだと、XS20 が一番安いエントリーモデルとしての立ち位置になってはいたんですけど、正真正銘のこのエントリー機ということで、今回富士フイルムさんが新しく出したこのモデルがですね、レンズ交換式の X シリーズの中では最安値のモデルになるということみたいですね。それでもちょっと10万円ちょっとというところではあるので、おいそれとは出せない値段ではあるんですけれども、ただやっぱりね、導入としてすごくいいモデルではありますよね。ただですよ。ただ、ファインダーと手ブレ補正がないっていうところは、若干ね、どうなのっていうところは、個人的に思ってます。なんというかね、ファインダーは結構、富士のカメラのね、なんていうかな、写真を撮るっていうところに重きを置いたカメラデザインをしているのであれば、できれば残しておいて欲しかったなというのは、個人的な意見としてありますね。やっぱ覗き込むっていうところがね、一つの撮影体験として重要なのかなと思う部分ありますし、もしファインダーがないのであれば、モニターはね、もうちょっと高解像度にしてほしかったですね。今回モニターが3インチの104万ドットになっているらしくって、XS20 はですね、184万ドットで、モニターもすごいね、綺麗なんですよ。なんで、ファインダーの画質はそんなに良くないんですけど、モニターがね、すごく画質いいんで、それこそオールドレンズのね、ピントを合わせるっていうところも、全然ね、このモニターを見て調整したりとかすることが全然できたんですよ。なんですけど、この XM5 は、ファインダーもないし、モニターも104万ドットで別にね、綺麗なんですけど、ちょっと物足りないかなという部分はありますね。それだったらですよ、もうめちゃめちゃ個人的な希望を言いますけど、モニターはね、184万ドットにしてもらって、でね、あと、チルト式だったら良かったかなと思いますね。はい。バリアングルで別に、なんていうのかな。もう不満はないし、問題はないんですけど、やっぱね、ファインダーがないのであれば、このチルト式にしてもらって、カメラの軸とかをね、正面で確認できて、かつ、今回マイクの性能が上がって、ボディ単体でのマイクでね、全然綺麗に音が取れるということなのであれば、別にこのホットシューにマイク刺さないんで、チルトでね、こうやってガッと上まで上げてもらって、この上面で自撮りするみたいな、上から画面を確認するみたいな機構でも全然良かったんじゃないかと思ってまして。それだったらなんか他の機種と結構差別化できて、めちゃくちゃ嬉しかったなとは思いますね。めっちゃ個人的な願望を言ったから、個人的な意見です。あくまで。はい。というのがあったんで、そこの部分はちょっとね、残念な部分はありましたね。他との差別化があんまできてない気がする。なんかね、軽いっていうのもすごくいいんですけど、355g なんて今までない軽さなんで、すごいいいんですけど、なんかね、正直、500g と 400g って持ってみても、多分ね、そんなに変わんないと思うんですよ。体験として。いや、軽いとは思うよ。軽いとは思うんですけど、で、軽すぎてもね、正直、レンズ自体がね、ちょっと大きめなので、ボディだけがちっちゃくなっても、バランスがね、あんまり良くないというか、それこそ、ほんとオールドレンズみたいな、すごいちっちゃくて軽いみたいな、レンズとかを使っていかないと、なんかアンバランスになっちゃうとは思うんですよね。今これでも、これ、XF の1855のレンズ使ってるんですけど、XS20 ですら、ちょっとね、やっぱこれ、前面がね、ちょっとヘビーになってて、これよりも大きなレンズを使っちゃうと、ちょっとバランス悪くなっちゃうんで、ボディ側がいくらちっちゃくなっても、それに合うレンズがね、まだ選択肢がやっぱ限られてくるってなると、そこまでね、今、ボディを小型化しなくていいんじゃないかと勝手に自分は思ってまして、それなんだったらちょっと重くしてもいいから、ファインダーをつけたりとか、ボディ内手ブレ補正を入れてくれたりとか、
違うラインナップみたいな形で出してくれたら、なお嬉しかったかなというふうには思います。なので結論言うとね、ちょっと XS20 を使ってる見方とすると、この XM5 はね、別に買い替える必要はないかなというか、新しく買おうっていう気にはなってないっていうのが正直なところなんですけど、そのボディ的な面で言うとね、12、3万出すのにそこの機能ないのかっていう部分はちょっとありますね。ただ、さっき言った通り、小型軽量っていうところはすごい振り切ってね、この中身、スペックでボディ、クラシカルなちっちゃくてコンパクトなボディっていうのがね、魅力的だとは思うので、富士フイルムのカメラはね、今なかなかね、手に入りづらくなっておりますので、この初回の生産のタイミングで入手できれば、富士の色味をね、試したいという方にもおすすめできるかと思いますし、最初だったら購入できると思うんで、このタイミングでぜひね、検討していただければなと思います。はい。いや、でもやっぱりね、この中身の新機能だよな。はい。あと各種美肌モードとか、このショート動画モードね。いや、これはマジでいいと思います。というか、欲しい。もう何回も言うけどね、XS20 の方に、その、モード追加、ぜひ、ファームウェアアップデートお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はい。それが出たらもう一本動画するわ。それぐらい欲しい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで今回はですね、こんな形で新しく富士フイルムさんから出た XM5 についてお話をさせていただきました。こちらのチャンネルではこういったですね、撮影機材の話でしたりとか、あとデスク周りのガジェットなんかをご紹介しているチャンネルでございます。ぜひですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもね、いただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。